やっほー、皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は私のポッドキャストエピソード12撮っていきたいと思います。はい、今日の日付は4月の23日です。4月23日の水曜日にこのポッドキャ4月23日の水曜日にこのポッドキャストを撮っています。みんな今週1週間どうだった？私は先週の土曜日に前回の動画をアップロードしたんですけど、その動画を見て本当にたくさんの方から励ましの言葉だったり応援のメッセージをいただきました。はい、私もやっぱり YouTube で発信する立場としてあまりネガティブなこととか誰かを傷つけたいっていう思いで発信してたわけじゃなくて、はい、でも私もやっぱり人間だからこういうことがあったらこういう気持ちになりましたっていうのね、そういう感情について語るのはいいのかなと思って話してみたんですけど、本当にみんなが優しくって久美の気持ちもわかるよってね、そうやってコメントをしてくれたりとか、私のチャンネルが本当に大好きだよって言ってくれる人だったりとか、いつも応援してるよっていうコメントをたくさんいただきました。すごくありきたりに聞こえると思うんですけど、ね、YouTuber ってみんないつもみんな本当ありがとうってコメントありがとうとかって言うと思うんだけど、本当にね、一つ一つのコメントにすごく元気をもらってるんですよね。みんなからしたら何気ない気持ちで送ってくれてるかもしれないけど、みんながコメントをしてくれるたびに私の携帯にね、 YouTube からその通知が来るんですよね。でその通知が来るたびに私は今回もみんなからのコメントが来たと思って、どんなコメントなんだろうってすごいワクワクしながら見てるんですよね。でそれを見るたびにすごく嬉しい気持ちになるし、また頑張ろうって思えるんです。だから本当にみんなコメントを残してくれて本当にありがとうございます。なんかね、ありがとうっていう言葉で片付けたくないというか、すごい簡単な言葉に聞こえちゃうと思うんですけど、本当にみんなに感謝しています。はい。で、今回からなんかそのポッドキャストの一番最初にいただいたコメントをちょっと紹介しようかなと思ってるんですけど、今回ねもらったコメント、たくさん嬉しいコメントがあったんだけど、例えば、いつも先生とおしゃべりしてる感じで動画を見ています。日本語の勉強にガチで役に立っていますよ。お世話になってます。どうもありがとうございますっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。ちょっと韓国の方でお名前ハングルが読めないのでわからないんですけど、コメントくれてありがとうございます。私が普段すごく気をつけてることを友達に話しかけるみたいにカメラに向かって今話してるんですけど、それをねすごいこの人は感じてくれて、私と先生とおしゃべりしてる感じで見てますって言ってくれてすごく嬉しいです。はい、これからもねたくさん聞いてくれると嬉しいです。お願いします。はい。でその他にもたくさんもらったコメントの中で、私の声が好きですっていうコメントが結構多くてですね、びっくりしました。なんでかっていうと、私大学生の時にめっちゃ声に対して何かを言われることがすごく多くて、それがなんかポジティブの意味なのかなんかネガティブな意味なのかちょっとわかんないような状況の時もあったんですよね。そう例えばなんか声がユニークだねとか声が特徴的だねとか言われることがよくあったんですけど、あと一回聞いたら忘れられない声だねとかなんかちょっと変わってるねみたいな、それって褒めてるみたいな、ちょっとけなしてないみたいな感じの言い方をされることも多々あって、だから今まで私は自分の声をちょっと気にしてる、あんまり気にしてないけどそうでもなんかちょっと声に対して言われたことがよくあったので、だけどすごいみんなからしたら私の声がすごく好きですとか聞き取りやすいですとかね、発音を褒めていただいたりとかたくさんのコメントをいただいて、やっぱり声って私にしかないものだから誰にもね真似したくても真似できないものだと思うし、そういうね一人一人違った声がある中で私の声を好きですって言ってもらえるのは
本当に嬉しいことだなと思いました。はい、コメントをくれた皆さんありがとうございます。じゃあ今日はですね、お話ししたいテーマがあるんですけど、タイトルとサムネにもある通り、今回の動画ではゴールデンウィークについてお話ししようかなと思っています。ゴールデンウィーク、皆さんは知ってますか？はい。ゴールデンウィークってめちゃめちゃ和製英語なので、日本にしかない言葉だと思うんですけど、日本で作られた英語で和製英語っていうんだけどね。ゴールデンウィーク。はい。外国にはない、言葉だと思います。で、ゴールデンウィークっていうのが何なのかっていうのを今日はお話ししていきたいのと、なんでゴールデンウィークって呼ばれるのかとか、じゃあゴールデンウィークの間に日本人はどんなことをして過ごすのかとかね、お話できたらいいなと思ってます。で、今回はちょっとこのパソコン見ながらお話しさせてください。はい。まずね、ゴールデンウィークっていうのは日本の大型の連休、長期の連休になるんですけど、今年のゴールデンウィークは多分この YouTube がアップされるのが4月の26日土曜日ぐらいだと思うんですけど、それまでに編集頑張ります。はい。あと3日しかない。その4月の26日の土曜日から、最大で、待って、4月26日の土曜日から5月の6日までを休みにして最大で11連休を作ることができるんですね。はい。最大で11連休、11日間お休みになる人が日本ではいるかなと思います。はい。で、もともとは4月の29日、ちょっとカレンダーを貼って説明したいんですけど、4月29日の火曜日が昭和の日っていうね、国の祝日、もともと作られている国の祝日なんですね。4月29日、昭和の日。で、あとは5月の3日。5月の3日が憲法記念日。で、5月の4日が緑の日。で、5月の5日が子供の日。で、5月の6日が振り替え休日っていう風になっていて、そう、5月の3日から5月の6日までの4連休が、もともとのその基本のゴールデンウィークになるんですけど、それプラス、有給とかね、自分で仕事を休みにすることで、そして、ちょっと待って、救急車。そう。で、それプラス自分で、仕事を休みにしたりだとか、前後の土日のね、元々の休みをくっつけて、最大で11日間の連休を作ることができるんですね。はい。めちゃめちゃ長くないですか？すごい。で、この時期のことを4月末からだいたい5月の頭まで毎年当たるんですけど、4月の下旬から5月の上旬までですね。4月下旬から5月上旬までのこの長期の休みのことをゴールデンウィークという風に呼んでいます。じゃあなんでゴールデンウィークって呼ぶのっていう話なんですけど、ゴールデンウィークって私のイメージではもう祝日がすごくその時期にね集中してるからたくさんの休みになるからなんかすごいハッピーなウィーク、ハッピーな1週間みたいな感じでゴールデンウィークっていう風に呼ばれるのかなって思ってたんですけど、実はちゃんと由来があったみたいなので今日はそれをみんなにシェアしたいと思います。はい。1951年の年にね、ある映画がそのゴールデンウィーク期間中に上映されたんですって。で、その映画がすごく大ヒットして、たくさんのお客さんがその時期映画を見に来てくれて、その映画がめちゃめちゃ売れて、もう爆売れしたんですよね。すっごい人気になって、たくさんの人が見に来てくれたから。で、もうこれはゴールデンタイムだっていう風に言われてたんだって、この時期。そうで、ゴールデンタイムっていうのは、もともとは、ラジオの業界用語らしくって、視聴率が一番高い時間
たくさんの人が見てくれる時間帯のことをゴールデンタイムっていう風にラジオでは呼んでるみたいなんですけど、それをちょっと言葉をもじって変えてゴールデンウィークって呼んでたんだって、映画業界の人が。この時期に映画を出すとめちゃめちゃ映画が売れる、爆売れするっていうことで、この時期のことをゴールデンウィークって呼んでたんだって。だけど、今がそれはね、今となっては映画業界だけじゃなくって、そこにね、祝日も密集してるし、集中してるし、もう社会的にゴールデンウィークっていう風に呼ばれるようになったんですって。面白い。そう。だから、今でも、なんかゴールデンウィークっていう風に呼ぶんじゃなくて、大型連休っていう風に呼ばれる、テレビとかラジオとかでは、大型連休っていう風に呼んでるところもあると思うんですけど、ゴールデンウィークって社会的には浸透しているかなと思います。はい。あんまりなんか、やっぱりゴールデンウィークってめちゃめちゃ和製英語だし、正しい言葉じゃないから、あんまり使ってないっていうようなラジオとか NHK の番組とかね、テレビ局とかもあるみたいです。はい。でも、普通の一般的にはみんなゴールデンウィークっていう言葉でもう認識していますね、日本人は。はい。で、今年のね、ゴールデンウィーク、さっきもちょっと言ったんですけど、最大で11連休になるんですよね。で、その昭和の日とか憲法記念日とか、国がもともと定めていた国の祝日、ナショナルホリデーっていうんですかね。祝日もあるので、その祝日一日一日がどんな意味なのかっていうのも今日はお話ししたいと思います。はい。まず4月29日の昭和の日ですね。昭和の日はもともとその昭和時代の天皇様のお誕生日が4月の29日で、それでね、今も昭和の日っていう風に名前をつけて、この日は祝日になっています。はい。で、5月の3日は憲法記念日と呼ばれる日です。憲法記念日は日本国憲法の発行日で、1947年にこの日本国憲法っていう憲法が作られたんですけど、そう。で、それの5月3日に作られたから、今も5月3日は祝日になっています。はい。次、5月の4日、緑の日っていう日なんですけど、緑の日は自然に親しみ、環境を大切にしましょうっていう日になっています。はい。で、5月の5日は子供の日という日ですね。子供の日は、そのままですけど、子供たちが健康に、健やかに成長しますようにっていう意味が込められた日になっています。だから子供の日は大体の家族が、やっぱり自分の家のね、子供たちを連れて、どこかの遊園地に行ったりとか、はい、してお出かけ、家族連れでお出かけする人が多いんじゃないかなと思います。はい。でね、5月の6日が今年は振り替え休日っていう風になってるんですけど、これは何かっていうと、日本ではその日曜日が祝日と重なった場合、祝日と日曜日が重なった場合は、もう一日、祝日、振り替え休日として、一日ね、平日を休みにしましょうっていう決まりがあってですね。そう。だから、5月の4日の緑の日が今年はね、日曜日と重なってるんですよね。だから、もともと日曜日って休みなのに、そこに緑の日が重なっちゃってるから、一日さ、私たちからしたらちょっと損した感じになるじゃないですか。だから、その、5月4日、5月5日、5月6日 ?5 月5日はもともと祝日だから、その次の日の5月の6日の平日を振り替えの休日にしているんですね。はい。そんな感じで、今年は最大で11連休というようなゴールデンウィークになっています。はい。ちょっとめっちゃ難しいお話だったかもしれないんですけど、でですね、私たちさっきも軽く言ったんですが、みんなは有給とかを使って、
4月の28日の月曜日の平日を休みにして、そしてあと4月30、5月1日と5月2日、この3日間も有給を使うことで、土日とそのゴールデンウィークの祝日たちと有給を組み合わせて、マックスで11日間連休を作ることができるんです。はい。毎年やっぱりそのカレンダーの巡りによって、ゴールデンウィークの日数はちょっと変わっていくんですけど、大体がその4連休。5月3から5月6までの4連休が基本になっています。はい。じゃあ日本人はゴールデンウィークに何するんっていう話なんですけど、ほとんどの人がやっぱり地元に帰って家族とゆっくりしたり、旅行をしたりする人が多いのかなと思います。なので、もし日本に旅行に行きたいなって考えてる方がいたら、ゴールデンウィークの時期はちょっとおすすめしないかもしれません。なんでかっていうと、日本人がめちゃめちゃみんな旅行をする時期なので、ホテルとかがね、やっぱりもう値段が爆上がりするんですよね。だからみんながその時期に来ちゃうと、今めっちゃホテル高くなってるのに、さらにゴールデンウィークの時期で日本人がたくさん旅行するから、多分さらにめちゃめちゃ高くなるんですよね、ホテルとか。なので、もしみんなが日本に旅行に行きたいなって思ってるんだったら、4月末から5月の頭までは日本人の旅行期間になるので、あんまりおすすめしないかもしれません。はい。どうだろうな。でもやっぱりね、日本人ってあんまり、長期の休暇を会社で働いてる人たちは取ることが難しいので、有給とかを使ったとしても、そんなね、こんな11連休も連休にすることってなかなかできないので、だからやっぱりこの時期に旅行に行こうってなる人が多いんじゃないかなと思います。私は、ちなみに今年のゴールデンウィークは、毎年なんですけど、地元のね、鳥取県に帰って、地元のめちゃめちゃ仲のいい友達たちとバーベキューをしたりとか、そうする予定ですね。あとは家族で家の草取りしたりとか家でのんびり家族と一緒に過ごす予定にしています。はい。でこの時期は本当に交通渋滞、車もねめちゃめちゃ渋滞するし、さっきも言ったように今ホテルも爆上がりするし、飛行機とか新幹線とかもめちゃめちゃ予約が取りにくいと思うので、早めに取っておくことをおすすめします。個人的な私のゴールデンウィークの思い出としては、やっぱり私は子供の頃とかはですね、子供の日にお父さんとお母さんが私3人兄弟なんですけど、姉と私と弟がいるんですけど、子供たち3人を連れて、鳥取県から近くの岡山とかにある、岡山県とかね、大阪とかにある遊園地、テーマパークに連れて行ってくれたりとか、して、家族で本当にどこかに旅行に行ってた思い出があります。はい。あとは家族で庭でバーベキューをしたりとか、それこそさっきも言ったけど草取りしたりとかして、はい、過ごしてたかなっていう思い出があります。はい。で私はゴールデンウィークだからといって仕事を全くしないかっていうと、私はね会社員じゃないからフリーランスみたいな働き方なので、ちょっとレッスンとかをしたりはすると思うんですけど、今年のゴールデンウィークしっかり私も友達と楽しんだり、家族とゆっくり過ごしたり、たまにレッスンもしながらそんな感じで過ごしたいなというふうに考えています。はい。みんなの国にはこんな感じの長期の休みがありますか？ 11 日間くらい休みになるって結構長いと思うんですけど、みんなの国では祝日ってどんな感じなんだろう、すごく気になるし、やっぱり一日一日祝日にもね意味が込められているじゃないですか。それがねまた日本とその海外の祝日では全然違うね、いろんな意味の祝日があって、その違いも面白いなと思うので、もしよかったらコメントでみんなの国の祝日について教えてくれると嬉しいです。はい。じゃあ今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。
今回はすごく難しい内容だったと思うんですけど、最後まで聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございます。はい。今回の動画も少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントを残してくれると嬉しいです。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。